ギルガメシュ叙事詩。人間はなぜ死を避けられないのか。オープニング導入部。私たちは皆生まれた時から死という避けがたい運命を背負って生きています。この普遍的な真理は人類の歴史が始まって以来常に私たちの深層意識に問いかけ続けてきた最も根源的な問いの一つでしょう。人間はなぜ死を避けることができないのかというこの問いは今日に至るまで私たちを悩み試作へと駆り立てる原動力となっています。人類が紡いできた無数の物語の中でこの問いに最も早くこの叙事詩はまさに人類最古の物語として私たちに死の必然性そして有限な生の意味を深く問いかけますに中神に中心三分の一人三分の一人という神と人間の中間的な存在であった英雄ギルガメシュの旅路は死への恐怖と不死の渇望がいかに私たち人間の本質を揺さぶるかを雄弁に語りかけてくるのです。彼の物語は生と死、友情と喪失そして真の知恵とは何かという。本日はこの偉大な叙事詩ギルガメシュを深く掘り下げなぜ人間が死を避けられないのかという根源的な問いに古代人がどのように向き合いどのような答えを見出そうとしたのかを皆様と共に紐解いていきたいと思います。私たちはギルガメシュの物語を通して死をめぐる人間の普遍的な苦悩と有限な生の中で意味を乱すための古くて新しい知恵を学べるはずです。これは単なる物語の解説ではありませんわ。ギルガメシュ叙事詩は文学的な価値だけでなく人類が初めて自身の存在と運命について深く思索した記録として計り知れない重要性を持っています。それは私たち現代人が抱える実存的な問いかけの原点ともいえるでしょう。本校では叙事詩の革新的なプロットを最小限に留めつつギルガメシュが経験する心の変遷とそれに伴う哲学的人文学的な概に焦点を当てて分析を進めてまいりますしへ。この叙事詩が提起する問いは遠い古代の出来事としてではなく現代を生きる私たちの心にも直接響く普遍性を持っています。科学技術がどれほど進歩しようとも人間が死から完全に逃れることはできません。だからこそ古代の賢者がどのようにこの避けがたい真実と向き合ったのかを知ることは現代社会に生きる私たちにとって極めて大きな意味を持つと言えるでしょう。私たちはこの物語から人生の価値ゆこの物語はギルガメシュがどのように死の恐怖と向き合い最終的にそれを乗り越えてより深い人間的な知恵を獲得したのかを描いています。彼の旅は単なる不死の探求に終わらず自己の内面を見つめ人間の限界を受け入れるプロセスそのものだったのです。それは自己中心的な暴君から民を思いやる賢明な王へと変貌を遂げる一人の人間の成長の物語イルドンスロマンでもあります。この深い洞察こそがギルガ私たちは彼の孤独な旅路と心の葛藤を追体験することで私たち自身の存在意義やこの限られた時間の中で何をなすべきかという問いへの新たな視点を見出すことができるかもしれません。この叙事詩が投げかける重層的な問いとそれに対する古代人の思索は現代の私たちにも深い共感を呼び起こすに違いありません。それでは早速この壮大な物語の世界へと足を踏み入れていきましょう。背景コンテクスト。ギルガメシュ叙事詩は紀元前2000年期初頭古代メソポタミアの地具体的には現在のイラク周辺で成立したとされています。
設計文字くさび型文字で粘土板に記された。この物語は人類が文字文化を初めて発展させた地域の一つであるメソポタミア文明の豊かな精神世界を今に伝えています。その最も完全な形は紀元前7世紀頃にアッシリアの王アッシュールバニパル・スルバニパルの図書館から発見された。当時のメソポタミアの人々はティグリス川ディリシベルト、ユーフラテス川、ウプラテスイベの恵みを受けつつも、その氾濫や自然の猛威に常にさらされていました。このような環境は彼らの世界観に深く影響を与え、神々が気まぐれで兄弟であり、人間はそれらに翻弄される存在であるという考え方を形成しました。叙事詩に描かれる冥界は、喜びも光もないゴミの家として描写され、死後の世界に対する悲観ってギルガメシュ自身は実在したとされるウルクルの王であり、紀元前2700年頃に統治したと考えられています。彼は3分の1が人間、そして3分の2が神という並外れた存在として描かれます。この神性と人間性の混在こそが彼の物語における死というテーマにより深い苦悩と普遍性を与えていると言えるでしょう。彼は神々の子孫でありながらも人間として死という宿命から逃れられないという物語の初期ギルガメシュは暴君として描かれています。彼の傲慢さと抑圧的な統治は民を苦しめ神々に助けを求めるほどでした。これを受け神々はギルガメシュと対等の存在として野生的な男エンキドゥンキドゥを創造します。文明社会とは無縁の荒野で育ったエンキドゥはやがてミコシャムハとハムハットの出会いを経て文明化されウルクへと向かいます。ギルガメシュとエンキドゥは当初は激しく衝突しますが、互いの強さを認め合いやがて唯一無二の親友となります。この友情こそがギルガメシュを人間たらしめ彼の人生観を大きく変えるきっかけとなるのです。彼らは共に杉の森の守護者である怪物フンババ、ウンババを討伐し天の王シウルロフ、エアヴェンを退治するといった偉業を成し遂げます。これらの功績は彼らに名声をもたらしますが、同時に神々の怒りを買うことにも。メソポタミアの世界観では、神々の怒りは人間にとって致命的な結果をもたらすものでした。神々はフンババや天の王子を殺した報復として、ギルガメシュかエンキドゥのどちらか一方が死なねばならないと宣告します。そして選ばれたのはエンキドゥでした。親友の死はギルガメシュにとって初めて自身の死を現実として突きつけられる経験となります。彼は自分もまた死すべき運命にあることを悟り深い悲嘆と恐怖に襲われ、このエンキドゥの死こそがギルガメシュの人生における最大の転換点であり、叙事詩全体の核となる部分です。傲慢な王であったギルガメシュが親友の死によって自己の脆弱性と有限性を突きつけられ不死という絶対的な力を求めて旅立つ。この構図は人類が抱く普遍的な死への恐怖と生への執着を鮮やかに描き出しています。ギルガメシュ叙事詩はこのように古代文明の精神性や社会構造を映し出しながら普遍的な人間ドラマを展開していきます。それは単なる伝説や神話の語り直しにとどまらず、人間とは何か、人生の目的とは何かといった根源的な問いへの人類最古の応答として今日まで私たちの心を捉え続けているのです。この背景を理解することでギルガメシュの旅路が持つ意味がより深く見えてくるはずです。核心内容分析。エンキドゥの死はギルガメシュの心を深くくじりました。
親友の遺体が朽ちていく様を目の当たりにし彼は、自身の肉体もまたいつか同じ運命をたどるであろうという冷厳な事実に直面します。この恐ろしい認識が、ギルガメシュを死への絶望的な恐怖そして、不死への脅迫的な探求へと駆り立てる原動力となりました。彼は、王の座を捨て、野獣の皮をまとい荒野をさまよい始めます。彼の心にあったのは、ただ一つ不死と。ギルガメシュは、大洪水ロードを生き延び唯一神々から、不死を与えられた人間であるウトナピシュティム。ナピスティムの存在を知り彼を訪ねる旅に出ます。この旅は、想像を絶する困難を伴いました。彼は、世界の両端にそびえる恐ろしい魔州山、音体の声、サソリ、男、チョッピオン、絵のような異形の守護者たちと対峙します。そして、死の水、ワテソフ、エアトと呼ばれる触れるものすべてを死にいたら占める水域を私もりうる。美の途上ギルガメシュは、酒場の女主人シドゥリに出会います。シドゥリは、絶望に打ちひしがれるギルガメシュに、大し深い洞察に満ちた言葉を投げかけます。ギルガメシュよお前は、どこへ行こうとするのかお前が追い求める生は、決して見つからないだろう神々が人間を作った時死を、その運命と定めたのだ。命を享受せよ昼も夜も、喜び日ごと祝宴を催せ清らかな服を着て、頭を洗え体を水で、洗い清めよ汝の。シドゥリの助言は、不死を追い求めるギルガメシュの旅を根底から揺さぶります。それは、人間の真の幸福や意味が永遠の生にあるのではなく、有限な現世における今をいかに生きるかにあることを示唆しているのです。食べ、飲み愛するものを慈しみ、日々を喜びをもって生きること、これこそが、神々によって定められたしべき、人間の唯一のそして、最も尊い生き方であると、彼女は語りかけます。ついにウトナピシュティムにたどり着いたギルガメシュは彼から、大洪水が起こった経緯と、神々が彼に不死を与えた特別な事情を聞きます。ウトナピシュティムは、神々が彼に不死を与えたのは、一度限りの特殊な神々の贈り物であり、人間が努力によって獲得できるものではないことを明かします。さらにウトナピシュティムは、ギルガメシュに7日7晩眠らずにいるという試練を与えます。しかしギルガメシュは、深い眠りに落ちこの試練。ウトナピシュティムは、ギルガメシュが不死を得ることができないことを明確にした上で、最後に一つの秘密を打ち明けます。それは、海の底に生える若返りの植物の存在でした。ギルガメシュは、この植物を手に入れることに成功しますが、ウルクへの帰路の途中水浴びのために休んでいる間に、その植物を蛇に盗まれてしまいます。蛇は、植物を食べ脱皮して若返るのです。この出来事は、ギルガメシュの不死への最後の望みを打ち砕。この一連の経験を経てギルガメシュは、ついに自身の不死への探求が根本的に無益であったことを悟ります。彼は、不死を手に入れることはできませんでしたが、代わりに有限な人生の中で、いかに生きるべきかというより深い知恵を獲得します。彼は、ウルクへと帰還し、自分が築き上げた壮大な城壁を眺めます。この城壁は彼個人の寿命を超えて生き続ける人間による偉大な創造物であり彼の功績の象徴です。叙事詩の結びでは、ギルガメシュが暴君であった過去を清算し、賢明な王として民を統治する姿が描かれます。彼は、名声や功績を通じて自身の物語が語り継がれることこそが、人間が到達しうるも一つの節であると理解したのです。個人の肉体は滅びても、その偉業や築き上げたものが後世に残ることで、存在は永続するという思想です。これは死を避けることではなく死を受け入れた上で、
いかに意味深い生。この叙事詩は、単なる英雄譚ではありません。それは、死という普遍的な運命に直面した人間がいかに絶望し、探求しそして、最終的に受容へと至るかという、深く心理的なプロセスを描いた物語です。ギルガメシュの旅は、傲慢な若き王が友情と喪失そして、自己の限界を学ぶことで、真の人間性と知恵を獲得する成長の物語イルドンスロマンとして解釈できます。彼の探求は、物理的な不死の達成。死の水が隔てるのは、生と死、人間と神々の領域です。ギルガメシュが、この水域を越えようとしたこと自体が、人間の限界を超越しようとする試みであり、その度の挫折は、人間がその境界を越えることの不可能性を決定的に示唆しています。彼は、神々と同じように永遠の生を享受することはできないが、人間として与えられた生を最大限に生き、その証をこの世に残すことで、記憶の中に生き続ける。叙事詩の核心は、不死を追い求めることの無益さと死を受け入れることの重要性という二つの対極的な要素に集約されます。ギルガメシュは死の恐怖に駆り立てられながらも、シドゥリの助言やウトナピシティムの教えそして若返りの植物の喪失といった経験を通して徐々にそのパラドックスを理解していきます。人間が本当に価値を見出すべきは、限りある時間の中で築かれる関係性、成し遂げられる偉業、そしてそこから生まれる。この物語はまた人間の名声に対する願望についても深く掘り下げています。ギルガメシュがフンババや天の王子を退治したのも単なる力自慢ではなく、後世に名を残し忘れ去られないための行動でした。しかしエンキドゥの死によって彼は単なる名声を超えたより深い遺産、つまり自分自身が築き上げた文明そのものが形を変えた不死であるという境地に到達します。ウルクの壮麗な城壁は彼の知性の証であると。このようにギルガメシュ叙事詩は死という避けがたい運命に直面した人類がどのようにしてその運命を受け入れ有限な生の中に意味を見出していくのかという普遍的なテーマを重層的に描いています。それは古代メソポタミアの人々が深い哲学的な思索をもって生と死に向き合っていた証拠であり、現代の私たちにとっても自己の存在と向き合うための貴重な示唆を与えてくれるかけがえのない作品と言えるでしょう。深い洞察考察。ルガメシュ叙事詩は死の必然性という私たち人間が最も恐れる根源的な問いに対して単なる諦めではない深い洞察に満ちた答えを提示しています。この叙事詩が説くのは、不死を追い求めることの虚しさではなく、死を受け入れることによって初めて開かれる有限な生の豊かさなのです。それは絶望の淵から立ち上がり生の意味を再構築する人類の知的精神的な旅路の最初期における記録と言えるでしょう。この叙事詩が現代の日本社会に投げかける問いは数多く存在します。例えば現代の実存主義的な苦悩との連結点を見てみましょう。現代の日本社会は物質的な豊かさを享受する一方で、多くの人々が生きる意味を見失い、虚無感や孤独感を抱えています。ギルガメシュがエンキドゥの死によって直面した生の不条理エプソルディティは、現代人が感じる意味の喪失と深く共鳴します。彼の旅は意味は外部から。次に悲嘆と回復力という側面です。ギルガメシュのエンキドゥに対する深い悲しみとそれに続く絶望的な不死の探求は、愛する者を失った人間の普遍的な悲嘆のプロセスを鮮やかに描いています。現代の日本社会では少子高齢化が
進み個人の孤独死や遺族の悲嘆が社会的な課題となっています。ギルガメシュが喪失を受け入れ、再び王としての責任に戻っていく姿は、悲嘆が単なる苦しみではなく人生。また現代における遺産の概念とも深く結びついています。物理的な不死が不可能であると悟ったギルガメシュは、ウルクの壮大な城壁に自身の不死を見出します。これは、現代社会において個人が何を残すかという問いと密接に関わっています。科学技術の進歩は、私たちにデジタル遺産やデータ上の不死といった新たな概念をもたらしましたが、ギルガメシュが示唆するのは、より本質的な貢献や記憶による遺産です。自身の。さらに延命、技術の進歩と死への向き合い方も重要な連結点です。現代医学は、かつてないほど人間の寿命を延ばす可能性を秘めています。しかし、ギルガメシュの物語は、たとえ寿命が延びたとしても死という最終的な運命から逃れることはできないという根源的な真理を思い出させます。無限の生を求めることが、かえって生の質を損なう可能性はないでしょうか。シドゥリの言葉が示唆するように今、この瞬間を最大限に。ギルガメシュ叙事詩は、人類が経験する最も普遍的で、根源的な苦悩である死について、その意味を深く問い直し受け入れることの重要性を私たちに教えてくれます。これは、ただの古代の物語ではなく、私たち自身の生と死、そして意味の探求へとつながる時代を超えたガイドブックなのです。この叙事詩は、何世紀にもわたってさまざまな解釈がされてきました。例えば、ギルガメシュの知恵の性質に関する議論があります。彼の最終的な境地は、不死の探求に失敗したことの単なる諦めだったのでしょうか。それとも悟りや真の知恵の獲得だったのでしょうか。この問いは、私たちが人生の困難に直面した際にそれを諦めと捉えるか、成長の機会と捉えるかという自身の姿勢を問うものとも言えます。また叙事詩に描かれる神々の役割も長らく議論の対象となってきました。彼らは恣意的で気まぐれな存在として描かれ、人間の運命をもてあそぶかのように見えます。果たしてこれは古代の人々が抱いていた神々への恐怖や不条理感の表れだったのでしょうか。それとも人間には理解し得ない工事の秩序の存在を示唆していたのでしょうか。この問いは、私たちが不可解な出来事に直面した際にそれを無意味なもの。ギルガメシュは最終的に名声と遺産という形で不死を得ることを選択しました。しかしシドゥリは今この瞬間を享受せよと説きました。この二つの生き方はどちらがより優れているのでしょうか。現代社会ではソーシャルネット、ワーキングサービスでのいいねやフォロワーといった数値的な評価が名声や自己肯定感と結びつきがちです。しかしシドゥリの言葉は外的な評価よりも内なる満足や愛する人との親密な関係。ギルガメシュ叙事詩はこのように単なる古代の物語としてではなく、現代を生きる私たちが直面するさまざまな実存的倫理的な問題に深く関係する普遍的な問いを投げかけ続けています。それは人間であることの喜びと苦悩、そしてその中でいかに生きるべきかという終わりのない問いに対する私たち自身の答えを見つける旅へと私たちを誘うのです。それではこの深い洞察を得た上で皆様にいくつかの問いを提示したいと思います。エンディングまとめ。本日はギルガメシュ叙事詩を深く分析し、人間はなぜ死を避けられないのかという根源的な問いに
対する古代人の施策を紐解いてきました。この物語が私たちに教えてくれる革新的な結論は、物理的な不死は人間には達成できないが死を受け入れ有限な生の中で意味深い関係を築き出す因な遺産を残すことこそが真の人間的な不死であるというものでした。ギルガメシュの旅は傲慢な王が創始。ギルガメシュが経験した死への恐怖親友エンキドゥとの深い友情、そして最終的な死の需要は4000年の時を超えて現代を生きる私たち自身の存在意義や生き方にも深く問いかけます。私たちは皆いつか訪れる死という運命を背負いながら生きていますが、この叙事詩はその現実から目を背けるのではなく正面から向き合うことの重要性を示しています。そしてその向き合い方こそが私たちの人生をより豊かで意味。この叙事詩が残した問いは現在もなお私たち自身の人生に深く根ざしています。私たちは何を求め何を残すべきなのでしょうか。その問いへの答えは一つではありません。ギルガメシュが自身の物語を通して示してくれたように、それぞれの人生において自分なりの不死の形を見出すことが私たちに課せられた、そして与えられた最も尊い課題なのかもしれません。このギルガメシュ叙事詩が持つ普遍的な価値は他の偉大な作品や思想にも通じるものです。例えばホメロス、オメルのイリアス・イリアディア、オデュッセア・オデュセイでは、英雄たちが名誉や故郷への帰還を求めながらも常に死の影と向き合います。また、ストア、哲学、トイチスマ、死を含む避けがたい運命を受け入れ内面的な平静を保つことを重視します。さらに、アルベール・カミュエルベル、アモスのシーシュポスの神話ヘイトーフ、シシュポスに代表される実存。ギルガメシュの物語は、私たちが人生で直面するであろう喪失恐怖、そして探求の旅路において常に私たちを導き勇気づけてくれるでしょう。この機会に、ぜひギルガメシュ叙事詩そのものに触れて、古代の人々の深い施策とそれが現代の私たちに与える影響をご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか。人類の始まりの物語が今日の私たちにどのようなメッセージを伝え続けるのか、その答えを探る知的旅程はこれからも続いていくはずです。